大変なことが起きてるのだ。2026年2月28日、アメリカとイスラエルがイランに対して大規模な軍事攻撃を開始したわ。いきなり爆弾ドーン。映画じゃないのだ。映画じゃないの現実よ。しかもこの攻撃で、ホルムズ海峡が事実上封鎖されたの。ホルムズ海峡？それ、美味しいのだ。は？美味しくはないわね。でも、世界の石油の約 20% が通る超重要な海の通り道よ。20%？ それが止まったら、ガソリンスタンド、大パニックなのだ。その通り、特に日本は原油の 95% 以上を中東から輸入しているの。まさに生命線が脅かされているわ。95%？ 日本、石油なかったら何もできないのだ。だからこそ、今日はこの問題を徹底解説するわ。日本と韓国にどんな影響があるのか、私たちに何ができるのか。よし、済んだもん。頑張って理解するのだ。じゃあ、まずは事件の全貌から見ていきましょう。最後にクイズもあるから、しっかり聞いてね。クイズ？やった。済んだもん。クイズ大好きなのだ。正解できるかは別問題だけどね。第1章、事件の全貌よ。まず時系列を整理するわ。2026年2月28日、日本時間午後3時、トランプ大統領がイラン攻撃を命令したの。午後3時済んだもんがおやつ食べてる時間なのだ。は？あなたのおやつタイムに世界が動いたのよ。その15分後にはアメリカのミサイルとドローン、そしてイスラエルの戦闘機約200機が一斉に攻撃を開始したわ。200機？空が飛行機だらけなのだ。24時間で約1200発の爆弾が投下されて500以上の軍事施設が標的になったの。1200発、1秒に1発ぐらいのペースなのだ。そしてこの攻撃でイランの最高指導者ハメネイ師が死亡86歳だったわ。国のトップが、それは大変なことなのだ。他にも軍の上級幹部48名が死亡。全体の死者は約1000人以上。民間人も含まれているわ。民間人も戦争って本当に怖いのだ。イラン海軍も壊滅的な打撃を受けたの。艦船18隻と潜水艦1隻が破壊されて、インターネットも60時間にわたって遮断されたわ。ネットが60時間？済んだもんだったら耐えられないのだ。さらに、ゴレスタン宮殿というユネスコ世界遺産にも被害が出たと報告されているわ。世界遺産までそれは絶対ダメなのだ。アメリカはタスクフォーススコーピオンストライクという特殊な一方向攻撃ドローンを投入したの。スコーピオンサソリ？かっこいい名前だけど怖いのだ。名前はかっこよくても、やってることは深刻よ。さて、第3章、イランも黙ってはいなかったわ。やり返したのだ。攻撃の直後、イラン革命防衛隊がホルムズ海峡の通行を全面禁止すると宣言したの。全面禁止？船が通れないのだ。そういかなる船舶もホルムズ海峡の通過を認めないと、実際、海峡の通行量は 70% も減少したの。70% 減？ほとんど止まってるようなものなのだ。150隻以上の船舶が足止めされて、約20万個のコンテナが滞留しているわ。20万個？積み木みたいに積み上がってるのだ。さらにイランは実際に船舶を攻撃しているの。パナマ船籍のスカイライト号、マーシャル諸島、船籍の MKD 号、アメリカ船籍のステナインペラティブ号が被害を受けたわ。本当に攻撃してるのだ。死者は出たのだ。4名の死者が確認されているわ。4人会で働いてただけなのに。価格はブレント基準で1バレル84ドルを超えて一時100ドルに迫ったの。10% 以上の急騰よ。100ドル？ガソリン入れるのにお財布が泣くのだ。アナリストの中には、バレル130ドルまで上がるという予測もあるわ。2007年2008年のピークに匹敵する水準ね。130ドル？もう済んだもん。自転車で生活するのだ。ゴールドマンサックスも、ブレントの第2四半期予想を10ドル引き上げて、76ドルにしたわ。難しい数字がいっぱいなのだ。頭がぐるぐるなのだ。第4章、なぜこうなったのか、原因を整理するわ。アメリカとイスラエルはこの攻撃を、先制的自衛措置と主張しているの。先制攻撃、先に殴った方が自衛っていうのだ。いい疑問ね。国際法上、非常に議論のある主張よ。
背景には、イランの核開発への懸念と、中東地域でのイランの影響力拡大があるわ。それは確かに怖いのだ。ただ、これは事実上のレジームチェンジ、つまり体制転換を狙った作戦だと多くの専門家が指摘しているわ。レジームチェンジ、他の国の政府をひっくり返すってことなのだ。簡単に言えばそうね。イラクやリビアの例もあるわ。それがうまくいった例はあるのだ。歴史を見る限り、成功例は少ないわね。今後のシナリオを4つ考えてみましょう。1つ目、短期決着。4週間程度でアメリカ・イスラエルが勝利。可能性は中程度。4週間で終わったら一番いいのだ。2つ目、泥沼化。数ヶ月から数年の長期紛争。残念ながら、これが最も可能性が高いわ。数年済んだもん。それが一番怖いのだ。3つ目、地域拡大。ヒズボラやイエメンの風刺派も参戦して、中東全体が戦場になるシナリオ。可能性は中程度。中東全体もうめちゃくちゃなのだ。4つ目、外交による停戦国際社会の圧力で、交渉が実現するシナリオ。ただし、可能性は低いわ。一番いいやつが一番難しいのだ。世の中って不公平なのだ。さて、ここからが一番大事よ。第5章、日本と韓国への影響。やっと、済んだもんたちの話なのだ。まず、日本原油の 95% 以上を中東から輸入していて、そのほぼ全量がホルムズ海峡を通っているの。95%。日本って石油ほとんど自分で作れないのだ。その通りよ。日本の石油備蓄は約200日分あるけれど、長期化すれば深刻な事態になるわ。200日、半年ちょっとしか持たないのだ。日経平均株価も 3% 以上下落して、56,279 円で取引を終えたの。株価もガクンなのだ。お父さんお母さんの年金が。日銀の利上げ路線にも影響が出ているわ。原油高によるインフレと景気後退が同時に来るスタグフレーションのリスクが指摘されているの。スタグフ、なんか怖い名前の病気みたいなのだ。経済の病気みたいなものね。物価は上がるのに景気は悪くなる。最悪のパターンよ。次に韓国 KOSPI は3月4日に 12.06% も暴落したの。12%? それってどのぐらいやばいのだ？ 1980年以来最大の下落幅よ。サーキットブレーカーが発動して取引が一時停止になったわ。サーキットブレーカー。ブレーカーが落ちたのだ。まさにそう。株式市場の安全装置が作動したの。2日間で合計 18% も下落して、個人投資家はパニック状態よ。18%。済んだもんの貯金箱も心配なのだ。韓国は原油の約 70% を中東から輸入していて、石油備蓄は約90日分。日本の半分以下ね。90日、3ヶ月しかないのだ。韓国の方が大変なのだ。韓国政府はすでに緊急エネルギー対策チームを発足させているわ。半導体産業への影響も深刻ね。半導体、あのちっちゃいチップにも影響するのだ。半導体製造には大量のエネルギーが必要だからね。原油高は製造コストを直撃するわ。ゲーム機もスマホも値上がりするのだ。やだ。第6章。だからこそ日本と韓国は協力する必要があるの。それで、4つの柱を提案するわ。第1の柱、エネルギー備蓄の相互融通と共同 LNG 調達。お隣さんだから石油を分け合うのだ。ご近所パワーなのだ。第2の柱、海上輸送ルートの多角化。ホルムズを避けて、希望法ルートへの迂回や、共同護衛の実施ね。アフリカの先っちょを回るのだ。遠いけど安全なのだ。第3の柱、金融面のバッファー通貨スワップの拡大と、市場安定化のための情報共有よ。お金の面でも、助け合いなのだ。第4の柱、外交連携国連や G7 を通じて、即時停戦を求める共同声明出すことね。戦争やめて、って一緒に言うのだ。その通り、1国では小さな声でも、2国が揃えば国際社会への発信力が増すわ。第7章、海外の反応を見ていきましょう。まずは韓国から。韓国の皆さん、何て言ってるのだ？
韓国政府は情勢を憂慮すると表明して、攻撃への直接的な評価は避けたの。はっきり言わないのだ。大人って難しいのだ。もう一つの視点として、韓国の一般市民やネットでは、株価暴落への怒りと不安が爆発しているわ。なぜアメリカの戦争で韓国の年金が解けるんだという声が多いの。年金が解ける。それはみんな怒るのだ。次に日本の反応。政府は同盟国アメリカとの関係と、エネルギー安全保障の間で板挟みになっているわ。アメリカにも、やりすぎって言いにくいのだ。もう一つの視点として、日本の専門家からは、石油備蓄200日の限界が見えてきたという危機感を訴える声が出ているわ。200日ってカウントダウンが始まってるみたいで、怖いのだ。最後に中国外相はアメリカ・イスラエルの攻撃を受け入れがたい、主権侵害と非難して、即時停戦を求めたの。中国は怒ってるのだ。ただし、もう一つの視点として、中国は言葉では強く非難してもイランへの直接的な軍事支援は言っていないの。アメリカとの関係を完全に壊したくないという計算があるわ。口では応援するけど、助けにはいかない複雑なのだ。国際政治はいつもそうよ。さて、用語解説コーナー。今日覚えてほしい言葉が2つあるわ。まずホルムズ海峡、ペルシャ湾とオマーン湾を結ぶ海峡で、世界の石油輸送量の約 20% がここを通るの。幅は最も狭い場所で約33キロ。33キロをマラソンより短い距離で、世界の石油がコントロールされてるのだ。もう一つは、レジームチェンジ、外部の力で、他国の政治体制を変えること。イラク戦争でのフセイン政権打倒が典型例ね。他の国の政府を変えちゃうって、すごいことなのだ。では、お待ちかねのクイズよ。第1問。ホルムズ海峡を通過する石油は、世界の石油輸送量の何%？ A 約 5%、B 約 20%、C 約 50%。さっき聞いたのだ。B の 20% なのだ。正解。よく聞いてたわね。第2問。3月4日の韓国 KOSPI の下落率は A 約 5%、B 約 8%、C 約 12%。これも覚えてるのだ。C の 12% なのだ。正解。12.06%。1980年以来最大の下落よ。やった。ずんだもん天才なのだ。たまたまでしょうけどね。さて、最後に一つ言葉を送りたいと思うわ。福沢諭吉先生の言葉よ。一身独立して一国独立す。一人一人が自立してこそ、国家も自立できる。という意味ね。ふむふむ一人一人が賢くなれば、国も強くなるのだ。その通り。そしてもう一つ、中国の古典から、風同舟、嵐の中では、同じ船に乗る者同士、力を合わせなければならないという意味よ。日本と韓国は同じ船に乗ってるのだ。一緒に頑張るのだ。今この瞬間も状況は動いているわ。正しい情報を知って、冷静に考えることが大切よ。みんな、チャンネル登録と高評価、よろしくなのだ。通知をオンにしておけば、最新情報をお届けするわ。ずんだもんと、メタンが、みんなの目と耳になるのだ。それじゃ、また次の動画で会いましょう。さようなら。バイバイ、なのだ。